はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄太です。今回より始まりました。高校数学全パターン化。仰々しい名前ですよね。でも、大学受験レベルの数学なら全部パターン化できます。その数学が苦手だと思っている方の中には、数学のセンスがないから自分はダメなんだっていうふうに思ってる方もきっといらっしゃいますよね。でも、もちろん数学のセンスで結構変わってきたりもするところあるんですけど、ただ、数学をパターン化さえしちゃえば、例えば東大入試だったとしても、まず数学で負けることはありません。だから数学のセンスがなーっていう風に思ってたとしても、パターンさえ入れちゃえば結局そこで補うことができるので、数学が一気に得意になると思います。で、高校数学全パターン化。これから全部の単元にわたってパターン化していこうと思うので、ぜひ今後ともチェックしてみてください。はい。ということで第1弾は奇跡領域。苦手な方が多い分野かなと思うんですけど、奇跡領域めちゃめちゃ面白いですよ。すごくパターンがしっかりしていて、型にはまってしっかりと論理を組み立てていけば、まず解けないことはない。正直僕もいろんな奇跡領域の問題見てきましたけど、おそらくもう解けない問題はないですね。もちろん東大入試本番の時も奇跡領域の問題出たんですけど、問題なく答えられましたね。だから今から話す奇跡領域のパターンをしっかりと頭に入れることで、完全に全ての問題を解くことができるようになるので、ぜひこれを機に奇跡領域好きになってみてください。それでは早速解説していきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。高校数学全パターン化、奇跡領域編。この奇跡領域編は以下の流れで解説していきます。まず奇跡領域の最初の一歩。で、パラメーターが出てきたらっていうことを解説して、同値変形について、これは番外編で説明し、それを存在条件の同値を融合させ、最後は順増法の考え方について解説していきますと。で、今回は奇跡領域の最初の一歩ということで、必ずすることですね。どんな問題でも最初にすること。はい。奇跡領域の完全パターン化全体像。ここの全体像をしっかりと押さえておけば、99% の問題は解けるようになりますと。残りの 1% は、ベクトルとかでたまにある一文字固定的な考え方なので、それはまた別の機会にお話ししようと思うんですけど、これでもう 99% は解けますね。はい。で、今回は一番最初の四角、奇跡上の点をラージ X、ラージ Y と置いて、ラージ X とラージ Y の関係式を作る。これについてお話ししていきます。はい。問1、点 A60B28 に対し、AP イコール BP を満たす点 P の奇跡を求めよう。はい。ということで、A60B28 があって、AB から等距離にある点 P の集合を求めなさい。これは当然垂直二等分線ですよね。垂直二等分線なので、中点の座標を求めてあげて、AB に垂直な傾きを求めてあげて、答えを出すということはできると思うんですけど、今回はそれは面白くないので、点 P の奇跡領域的な考え方で求めてあげましょう。まず、そもそもグラフとはについて考えていこうと。はい。例えばじゃあ y イコール 2x プラス1のグラフがあったときに、この y イコール 2x プラス1、これは何なのか。この式っていうのは、グラフ上の点 xy が y イコール 2x プラス1という関係を満たすということ、これを表してます。で、つまり、式とグラフっていうのは表裏一体なんですよね。というのも、例えば y イコール 2x プラス1っていうグラフがあれば、x が0の時 y が1、x イコール1の時 y イコール3ってプロットしていけばグラフが出来上がると。型やグラフがあれば、そのグラフ上の点 xy がどういう関係を満たしているのかっていうので y イコール 2x プラス1という関係を満たしているんだということが分かれば式が出てくるっていうことですね。ということで、式があればグラフがある。グラフがあれば式があるっていう、その表裏一体の関係にあるわけですよ。で、今回は点 P の奇跡、グラフの式を求めなさいっていうことなので、グラフ上の点を XY というふうに置いて、じゃあ XY がどういう関係式を満たしているのかっていうことを求めてあげればいいんですね。求める奇跡上の点 XY の XY がどのような関係を満たしているのかを求めればよいというわけなんですよ。はい。ということで、パターン。奇跡領域のパターンの最初の最初ですね。求める奇跡上の点 P を P、XY と置く。XY と置いて、XY はどういう関係式を満たしているのか。っていうことを求めてあげるっていうのが最初の最初ですね。その奇跡領域、どんな問題でも最初はここから考える。ということで、この問題で言うと、点 P を XY と置いた後に AP イコール BP から式を立ててあげますよね。ということで、点 Pxy と点 A60 の距離は、このルート括弧 x-6 の2乗プラス y2 乗。同じく点 B との距離はこのようになりますから、式が立ったというわけですね。はい。ということで、一応これが答えなんですよね。これが答え。答えではあるんですけど、これじゃ何のことかわからないと。だから、整理してあげるわけですよね。整理。はい。ということで、簡単。ルートがあるから2乗したいっていうことで、両辺が0以上であることを確認して、両辺を2乗してあげれば、ルートが外れるとそのまま。
で、あとはこいつを普通に展開して整理してあげれば、y イコール2分の 1x プラス2。これは求まると。で、これが求める軌跡となることがわかるんです。はい。ということで、割とシンプルですよね。点 p、xy と置いて式を立てる。で、あとは整理してあげる。終わりっていうことですね。じゃあ、同じ感じで次の問題も解いていきましょう。点 a-2040 に対し ap 対 bp イコール2対1を満たす点 p の軌跡を求めよう。はい。この a-20 と b40 があって、2対1となるような点 P の軌跡を求めてあげようという感じですね。これも簡単。はい。パターン。何でしたか？点 P を xy といて、xy の関係式を求める。で、ここで、ラージ x ラージ y になってますよね。なんでラージ、大文字にしたかというと、例えばですよ、その問い2の問題文中に何かしら、y イコール 3x プラス1みたいな式が出てきたときに、この xy とこの xy が混ざっちゃうことがあるかもしれないじゃないですか。全く別物なのに。y イコール 3x プラス1は一つの x と y の関係式を出しているものに過ぎないのに、この x と y は、まあ言ってしまえば、これは後々話しますけど、定数なんですよ。だから全く別物。ということで、この xy とこの xy が混ざらないようにあえて大文字にしてるわけですね。だから例えば問題文中にラージ x ラージ y っていうのが書かれていたとしたら、逆にあえてスモール x、スモール y で書くこともありますね。で、これは臨機応変にやってあげてほしいんですけど、要は文字で置いて、ラージ x、ラージ y、その文字の関係式を求めてあげればいいわけです。ということで、ちょっと話はずれましたが、AP 対 BP イコール2対1。これにもよって、ラージ x、ラージ y の関係式を出してあげると。P が xy で、点 A がマイナス20、点 B40。ということを考えると、当然、こういう風に式が立てられるわけですね。はい。あとは計算だけ。比が与えられている場合は、外の積と内の積が一緒になるので、このようになると。で、あとは、ルートが入ってるから、両辺を2乗してあげると。で、このようになる。で、あとは整理してあげて、x-6 の2乗プラス y2 乗イコール16。これは、はい。点6を中心として半径が4の円ですね。はい。円が汚い。はい。で、一応、x-6 の2乗プラス y2 乗イコール16。これが答えではあるんですけど、これをそのままスモール、大文字を小文字に戻していいんですよね。っていうのも、点 P 上のラージ x ラージ y っていうものがこういう関係式を満たしている。とすると、点 P 上のスモール x スモール y も、これがそのままラージ x ラージ y をスモール x スモール y に置き換えたものの関係を満たしているはずですよね。ということで、これが求める軌跡となりますっていうふうに最後言えるんですよ。まあ、ここの部分の記述は長いので、この式が出たら、よって求める軌跡はこれとなるというふうに書いて良いです。はい。で、最後補足。2点 AB があって、AP イコール BP となる点 P の軌跡はもちろん直線、垂直二等分線ですね。で、一方で AP 対 BP が M 対 N で一定、例えば問2で言うと2対1ですよね。となる点 P の軌跡は必ず円になるんですよ。これアポロニウスの円っていうふうに言われてる、まあ有名な円なので覚えておいてください。ということで、はい、軌跡と領域完全パターン化全体像。今回は軌跡上の点をラージ x ラージ y と置いて、ラージ x とラージ y の関係式を作る。もうこれで最初のところはクリアと。次、パラメータ。こいつが出てきたらどうやって扱うのか。これについて話していこうと思いますので、ぜひ次回もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。